がっかりゲーオブザイヤー2018。ここ数年のがっかりゲーといえば、ゲームトレーラーズでがっかりグランプリを取った19ニューケムフォーエバーや、期待値が高いがゆえに新作が出るたびに厳しく評価される FF シリーズ。初期トレーラーが高画質すぎて、本編が画質劣化と言われたウォッチドッグス。シリーズ出しすぎ、バグやゲームが重すぎたりストーリーが薄かったりで散々だったアサシンクリードユニティもあった。デハ2018年はどうだったかというと、期待感が高かったものの発売後に評価がかなり下がってしまうゲームが増えたような気がする。そこで、2018年に最も期待外れだったゲームをピックアップして、ついでにその中からグランプリを決めたいと思ったのだ。なお、あくまで期待外れだったゲームであって、決してつまらないゲームではないのでご理解していただきたい。ゲーム会社が広告やトレーラーなどで期待値を上げまくってから、発売後にギャップの大きさで評価が思い切り落ちただけだからだ。それでは、そろそろノミネートに行きます。ファークライ5。3月発売。良いところ、舞台が現代アメリカの片田舎になっただけで、基本的にやることはいつものファークライだということ。広いオープンフィールドで敵と戦ったりステルスしたり、動物を飼ったり釣りをしたりできる。おまけに今回は戦闘機まで乗り回せる、悪いとこ行かれたカルト連中をやっつけるドンパチゲーム。のわずがストーリー上のどんでん返しで、主人公が頑張ってきたこと全てが無に返してしまう。そのエンディングの後味の悪さは個人的にはプレイをしないことがハッピーエンドだと思います。というレビューまで出る始末。エンディングは3つあるとされているが、どれもすっきり終わらないエンディングで実質一本道だ。毎回、悪の強い作り方をしてきたファークライが、ここでついに悪取り自体をやめてしまった。そんな出来だったのではないだろうか。ちなみに、Steam ユーザレビューは 68% 程度である。発売9ヶ月ほどで、最近のレビューは盛り返してはいる。ジャスコ。ではなく、ジャストコーズ4。12月発売。悪いとこだけを、画面のコントラスト変更できず暗い場面が見づらい、全体マップの拡大縮小範囲が狭く使いづらい、敵から撃たれた方向がわかりづらいなどのシステム面に加えて、グラフィックが前作よりも劣化している。特にムービーシーンは PS3 で録画したのかと疑いたくなるレベルという指摘もあった。比較動画などを見た限りでは、グラ自体は進化しているが、リアルさを追求したために迫力がややなくなったかもしれない。他には、ギアモードチャレンジが簡単になりすぎた輪を1位3回くぐって終わり、グラップリングフック、パラシュート、ウィングスーツを利用した移動は相変わらず気持ちよい基本的には楽しい洋芸なのだが、基地制圧が簡単になりすぎて、強化グラップリングであっさり終わる、銃を使う必要がないので爽快感が落ちる。銃弾が補充しにくい、種類も細かく分かれていて潰しが効かない。など、総じて問題なのは、破壊の爽快感の減少であり、現時点では3の劣化感が否めない。と、まとめるとこんな感じだろうか。ユーザレビューは驚異の 33% を記録してしまった。ビバ、ジャスコ。ザ・クルーニ。6月発売。ユーザレビューは 54%。のわずが、このスクショの2週間後には 51% に下がっていた。そして、このアクティブプレイヤーの急激な減少を見てほしい。発売2ヶ月でピーク時6498人から低い時は1000人前後まで落ち込んでいる。なぜここまで下がってしまったのか。その中身を見てみると、まず良いところただのレーシングゲームではなく緻密に作られたアメリカ全土を乗り物で観光できる。飛行機やボートまで追加されている。1までの良いところをしっかり引き継いでいる。悪いところザ・クルーには、ドライブゲーでなく、実派ガチガチのレースゲームだということそのレースがつまらない。苦痛、そのくせそこでお金などを稼がないと新しい乗り物を手に入れたりできない。ユーザがこのゲームに求めているのは、レース要素ではなくオープンワールドのフィールドをのびのびと駆け巡ることである。あるレビュー者は、このちぐはぐ感を、最高の素材を使って素人のシェフが調理した料理、と評した。
マップやグラフィック、デザインなどはよくできているのに、ガチレースという苦痛を強いられるのが一番の問題だからだ。オーバーキルズ・ザ・ウォーキング・デッド。11月発売。ステルスのできるゾンビコープゲームと言ったらいいだろうか。同じ開発会社のオーバーキルから出ているペイデイシリーズと似たようなシステムだ。しかし、それが一部の人以外には受けが悪かった。ペイデイ2ではうまくいっていたステルス要素が受け入れられなかった。ゾンビゲーにステルスは受け入れられなかったのだ。しかも、ペイデイより間口が広いゲームで、難易度の高さについていけないプレイヤーと慣れたプレイヤーがマッチングすると大変なことになった。ゲーム自体が成り立たないのだ。それを受けてか、マッチングのシステムがうまくいかず、人数の割にマッチングしにくいという現象が起きた。その結果、このようにアクティブプレイヤーの数は右肩下がり、ピーク時14000から2000人台に。ユーザレビューも 50% 台に。それからすぐ、ウォーキングデッドの売上不振が原因で、開発会社のオーバーキルは倒産してしまうのだ。このニュースサイトの記事によると、スウェーデンのゲームデベロッパーパブリッシャーであるスターブリーズは、12月3日、ストックホルムの裁判所に同社及びスウェーデンにある子会社5社の再建計画を提出。集約。ペイデイ、シリーズで知られています。しかし、11月に発売したオーバーキルステウォーキングデッドの売り上げが想定を下回り、2019年1月には資金不足となる、などと書かれている。親子とも倒れ、その後の展開は、急遽エピソディック続編を有料で販売、シーズン2のエピソード1だけで830円、という悲惨なものであった。まさに、このゲームの結末は、開発会社オーバーキル自身がオーバーキルされてしまった、というものだった。フォールアウト76。発売日11月。良いところは、オープンワールドサバイバルゲームの楽しさに集約される。ゲームバランスも良い。悪いところは、やはり NPC がいない、ストーリーが薄い、モッドがサポートされていないといったところだろう。そもそも実験的な作品とも言われているし、シングルプレイのフォールアウトが好きでずっとシリーズをやってきた人にとっては、物足りなさもあるだろう。このゲームが好きなファンも多く、ノミネートするべきかどうか迷ったが、現時点ではがっかり要素は十分あった。オンラインサバイバルとフォールアウトの融合は理想のマルチプレイヤーゲームにはなれなかった。アップデートに期待、という総評のレビューを見たが、まさにそんな感じでトーンダウンのノミネートになった。絶対絶命都市4。発売日11月。このゲームのユーザのレビューはミソクソで、その評価の悪さには驚かされた。攻略は一本道、グラフィックは PS4 未満、操作性、カメラワークが悪い、ロード時間も長め、選択肢が無駄に多い、その後の展開にあまり影響しない、ストーリーの終盤が急展開で丁寧に練られてるとは言えない、NPC が棒立ち。ゲームの評価はこんな感じのが多かった。当時、絶対絶命都市2で楽しんでいたユーザがシリーズに期待するような内容ではなかったようだ。本当に絶対絶命なのは、ゲームの主人公たちではなくゲームそのもの、絶対絶命都市シリーズの方だった。これでノミネートは全てで尽くしました。グランプリを発表したいと思います。2018年のがっかりゲーオブザイヤーは、オーバーキルステウォーキングデッド。コープゲーでありながらオンラインの急激な過疎化、マッチングシステムの悪さ、ゾンビゲーステルスでの失敗。何より、ゲーム自体の販売不振で開発会社は倒産、その親会社にまで影響が広がり、親子ともども資金難に陥ってしまったこと。そして、続編のエピソディックのバラ売りで赤字を埋めるしかない状況になったこと。ユーザーにもメリットが全くない。これらの悲惨さが、他のノミネートを寄せ付けないグランプリの理由となりました。2018年は、期待感が高かったものの発売後に評価がかなり下がってしまうゲームが多かったような気がする。年々、ゲームの開発費は高騰し、お金をかけることでクソゲー率は減り、良作が増えているのかもしれない。
しかし、一方で大作であるがゆえにユーザーの期待感も高く、発売後のバグやちょっとしたことでもレビューが炎上することが増えてしまった。そろそろ、大作主義も岐路に立たされているのだろうか。あと、レッド、デッド、リデンプションにも候補に入れていたのだが、評価自体は良いものが多く、がっかりゲーではなく単に評価が割れるゲームという印象だったので外した経緯があった。最後に、2019年は、期待のゲームが期待通りに楽しめることが増える年になりますように。